皆さん、こんにちは。では、こんにち今日は、は。第3回目のストップフロン全国連絡会のウェビナーとなります。第1回目は、フロンの問題を分かりやすく伝えるということで、桜田さんに進行をお願いして、三園先生から今の基本的なフロンの問題について、講座を持っていただきました。第2回目は、フロン回収の問題ということで、藤田さんや野口さんから、今のフロンの回収の実態、なぜ回収が進まないのかといったところを解説していただきました。そして第3回目の今日は、フロン問題の解決策として、何に切り替えていったらいいのかというところをお話ししていきたいと思います。まず、私はストップフロン全国連絡会理事の桃井と申しますが、私の方から今のフロン問題の解決策ということで、簡単な話をしていきたいと思います。それでは、画面の方を共有いたします。はい、こちらはですね、今年10月26日に、新総理となった菅義偉さんが所信表明演説で国会において発言したことです。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたします。ということを発言されました。で、このことが意味するのは、多くの人は CO2 の排出をゼロにするということを思われたと思いますけれども、ここで温室効果ガスの排出全体でゼロにすると言っているんですけれども、この温室効果ガスというのは、ここに挙げているように CO2 以外にもメタン、N2O、つまり亜酸化窒素、それからフロン類の4ガス、こうしたものがすべてゼロになるということを目指すと日本が宣言したことを意味しています。で、この表を見ていただきますと分かる通り、これは第1回目の西園先生の発表の中にもあったんですけれども、フロン類の4つのガスのうち HFC というのは、唯一温室効果ガスの中でも非常に急激に量が増えている分野になります。で、今、4700万トン排出があるということで、2018年度の一番最新の排出量が報告されているところですけれども、これが2005年比にすると267%増加というようなことになっています。なぜこれだけ増えたのかというのは、もともとのオゾン層保護の対策の結果、HFC への転換ということが進められてきたというのが背景にあるということです。いずれにしましても、温暖化問題の面から見て、この HFC というのは非常に大きな温室効果を持っているので、今このまま使っていくというわけにはいきません。そしてですね、先ほどの表の中に4700万トンということで書いてありましたけれども、そもそもフロン排出抑制法という法律が2013年に改正されていまして、で、その、排出抑制法ができる少し前に政府の方で、BAU といって、これからの排出の見通しというのを示していました。で、それによりますと、2020年頃に、だいたい4000万トンぐらいになるだろう。で、2030年に5000万トン弱というような見通しを出していたんですけれども、先ほどの数字で出てきているように、2018年の排出量が HFC だけで4700万トンあるということは、もともとそのビジネス・アズ・ユージュラル、つまり何も対策せずにそのまま排出を続けていってしまうと、これだけ排出してしまうよと想定していた4000万トンをもっと大幅に超えるような状況に今なっているということです。で、
そのフロン排出抑制法という法律で指針というのが定められていて、その HFC の排出削減の見通しで目指すべき姿というのが描かれていたわけですけれども、この法律をきちんと実施することによって、2020年の排出は BAU に対して970万トンから1560万トン削減すると。そして2030年には、BAU に対して2550万トンから3180万トン削減するというふうに、ここで、法律の指針の中に示されていたんですけれども、現状は全くこういう削減を描けていないということが言えると思います。で、さらに言うとですね、この菅首相の所信表明演説を遡ることも10年も前から、このフロン排出抑制法の指針では、中長期的にはフロンガスは廃絶するということを、示していました。つまりその当時の中長期的という言葉が意味するところは、大抵2050年頃っていうことを想定されていたと思うので、このようにグラフを描いているわけですけれども、こうした方向を法律の中に見通しとして示していながら、全く、今現実がそれに合っていないっていうことが、分かってきているということです。では、フロンの排出をゼロにするために、何をしなきゃいけないのかということなんですけれども、やはり一番やらなければいけないのは、そのフロンの生産を実質的に規制していくことであるということです。で、HFC はすべて人工的に作られているものですから、この生産を段階的に削減していく。で、将来的にはもう排出をゼロにするということを CFC や HCFC が取ってきたような方向で今後規制を強化していくということが必要だと思います。今の時点では全廃するということは全く示されていませんので、まずはそれを示すことがまず第一に必要だと思います。それから現時点ではフロンの用途を規制するということもできていません。すでに代替技術があるものに関しては、使用を禁止していくということを取らない限りは、いつまでたっても本来必要のない分野でもどんどんフロンが使われている、拡大してしまっているという現実がありますので、それはもう使用禁止という方向性をきちんと取るべきだと思います。で、じゃあ禁止したらそれに代わるものを進めていかなければなりません。で、それに代わるものということで、今、これから先のお話に出てくるのが、自然冷媒への転換ということになると思います。まずはそのメーカーが自然冷媒を転換するという時に、その技術開発を支援するとか、投融資しやすい環境を整備するといったことが必要になってくると思います。それから、今まで使ってきたフロンの製品ですとか、今すでに市場に出回っているフロンの製品からフロンを徹底的に回収するということを、今後も引き続きやっていく必要があるということです。現状ではそのフロン回収破壊法ができて以来、ほとんど実態としてフロン回収率が向上しなかったということには、やはり根本的な原因があるんだと思います。で、その、第一の理由としては、経済的なインセンティブということがあると思います。こういうしっかりとその回収をした時の実費が支払われるような方策ということが、必要になってくると思います。それから、藤田さんが前回の時にお話をされていた回収機の性能が非常に悪いものが今現状として出回ってしまっているということなど、技術的な面からも、きちんと担保されたことが今後もっと必要になってくるだろうということです。で、最後にですけれども、冷媒の、フロンを使わない形での転換と
いうことで、自然冷媒への転換というのがやはり私たちストーブフロン全国連絡会としては最も進めたい分野であります。で、冷媒として今5つの冷媒を自然冷媒としてここに挙げています。すでに実用化されているものもたくさんあります。一つは CO2 です。でこれはスーパーとかコンビニのショーケースの冷媒として、もう10年以上前から採用されていまして、特にローソンさんでは、多くのコンビニの店舗で CO2 を採用しているというようなことがあります。超臨界の状態で使われるということで、非常に高温を出したり低温を出したりするというところに向いていると言われています。それから空気の冷媒というのもあります。でこれは前川製作所で、空気冷媒を使った超冷凍領域を作り出すような冷凍機とか、冷凍倉庫のようなところで、今多く導入されているということがあります。それから水も冷媒になります。で特に、吸収式の冷凍機というので、水冷媒が使われていたりして、これもかなり古くからある技術の一つです。ここではデンマークのメーカー、おもちゃのメーカー、レゴ社を挙げていますけれども、工場でのいろいろな分野で使っている、その冷凍、冷蔵管理のものとかを、水冷媒で動かしたりしているというような例があります。それからアンモニアです。アンモニアは、フロンが開発される以前には冷凍技術として多様に使われていました。ただし、その毒性から、高圧ガス保安法でも厳重に取り扱いが要求されるという側面があって、フロンのように使いやすい方にどんどんと流れてしまったというようなことがあって、今アンモニアの分野というのは、一部限られた工場などで使われたり、冷凍技術の中で使われたりしているというようなことがありますけれども、これも今後もっと見直していろいろなところで使われて、使われることが可能な分野だと考えています。それから最後に炭化水素です。で家庭用の冷蔵庫は今もうすでにイソブタンを冷媒としてイソブタンという炭化水素の一つを冷媒として使っていて、これがフロンよりも非常に効率的で量も少なくて済むということで、もうほぼ今すべての家庭用の冷蔵庫は、炭化水素に切り替わっているというようなことがあります。日本の、この冷蔵庫メーカーは炭化水素に切り替えるのにはヨーロッパから遅れること10年だったと言われていますけれども、それでも今何もほとんど事故がなく、使われているということで、極めて、この先、可能性のある冷媒だというふうに言われています。で海外では現在走っている車の、エアコンですとかルームエアコンなどでももともとフロンの冷媒を使うために作られていたような製品の中にも、どんどん採用されていて、そこで炭化水素がフロンの代わりに使われているというようなことも話に聞いていますし、日本でも一部、そういうケースを実施しているというような例も聞かれたりします。ただし炭化水素というのは可燃性の問題がありますので、その安全性を高めるために、炭化水素の部分だけは、あの防火の、設備をきちんと採用して、それとはまた別に二次冷媒などで、フロンごめんなさい、炭化水素を使っていない部分では、別のブラインとかで、回していくみたいな技術を使った方式が採用されたりするというような形で、今までのフロンの使い方とは全く別な形でこの炭化水素を採用していくというようなことも考えられると思います。いずれにしましても、
もう2050年に排出をゼロにしなければならないということは、その時点で切り替えるのでは遅くて、もう今からきちんと切り替えを進めていかないと、冷凍機や空調機の中ではずっとその冷媒は使ってる間残っていますので、今から切り替えてももう遅すぎるくらいなことで早く切り替えることが必要だろうと考えています。今までも自然冷媒への転換っていうのは長年ストップフロン全国連絡会でもずっと訴えてきたことですけれども、ただ残念ながら現状ではほとんど進んでこなかったという現実があります。ここからはですね、なぜ自然冷媒への転換というのがこれまで日本の中であまり進まなかったのか、そしてこれからもっと急速にこの転換を進めていくためには何が必要なのかということをストップフロンのメンバーと議論していきたいと思います。それでは一旦私の方のプレゼンを終わらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと私の方で話を預かって、ちょっと皆さんにね、話を振りながら進めてみたいと思いますけれども、今の桃井さんのお話で出てきたように、自然冷媒というのは現実にあるんだけれども、まだその本格的に使われているものは非常に限られた分野であるということで、多分我々が知ってるのはその冷蔵庫、家庭用の冷蔵庫がまず第一で、あとは、少し有名なのかなっていうのはエコキュートですかね。エコキュートはCO2 冷媒ということなんですけれども、それから途中でご紹介があったように、ローソンさんがコンビニで、かなりの台数は導入してますけれども、そういう非常に限られた分野なわけですよね。で、特に炭化水素についてはちょっと日本は出遅れてるのかなという感じがしますが、藤田さん、これ炭化水素は結構国際的にはいろいろ規制がかかってるんですよね。そのあたり少しもし解説していただければ。そうですね。国際標準っていうんですかね。その辺でどうしても、の国際標準っていうのは、まずメーカーの立場っていうのを、代弁する。それが、世界各国の、ICE とか、その辺の、業界の意見を反映させた国際基準。でそれがグローバル化につながるんですけれども、ある意味、非常に新しい次の世界に向かうときには、かなりブレーキっていうか足かせになってるのかな。それはどうしても安全サイド、メーカーにとって一番リスク回避ができる方法っていうところで、選択肢が狭められてしまう。でその狭められた中で、ものを作っていくとなると、どうしても保守的になってしまう。その辺が日本は特に、独創性がないっていうか、優柔不断っていうか、多国追従主義みたいなところで新しい発想が出にくい。その新しい発想が出にくいっていう中でどうして、日本の成長戦略がうんぬんなんて言えるのかなという気もしますけれども、その辺の課題がかなりあるのかなというふうに感じています。はい、ありがとうございます。今の藤田さんの話、少し付け加えますと、桃井さんが途中で紹介してくれたように、例えば、炭化水素を限られたその部分だけに使って、その後はブラインで二次サイクルを作るとかね、使おうとすればいろいろそういう工夫は、これ多分ヨーロッパなんかが盛んなんですよね。それからあまり大きくない密閉式の、装置を例えばスーパーで並べて使ってみるとかですね、そういうチャレンジを結構その規制の中でも、諸外国特にヨーロッパではやってると思うんですけれども、どうも日本はそういう気概がやっぱり今の藤田さんの話を聞いてても少ないのかなと。逆にその国際的なそういう規制を使わない言い訳にしてしまってるという感じなんでしょうかね。ちょっとそんな風にやっぱりどうしても感じちゃいますね。そうすると、使う方向でやっぱり議論していくというところがかなり足りないというのが今の現状でしょうかね。逆にあれですよね。ちょっとその話あんまり長くなっちゃうとあれなんで、ちょっと野口さんに聞きたいのは、
今フロン使ってるんだけれども、HFC をはじめとして、あるいはまだ HCFC もたくさん生き残ってますが、野口さん実際に回収の現場なんかに行かれるとユーザーさんなんかからやっぱりいろいろ言われるんじゃないですか？そうですね。こちらからお尋ねしたときに、フロンガス回収の費用まで目を行き届かせることが、稀ですね。今回の一昨日のガス回収については、私のストップロンの活動を知ってたから、私に声がかかって、フロンガスってもう使ってないんじゃないんですかという質問から始まった、現場での見学だったんですけれども、実際ユーザーさんがその空調機だけの改造ということであれば比較的見やすいですけれども、一般の方が総費用の、例えば1000万だったら1000万、その中にフロン回収費用も含まれてますということを意識されること自体が少ないですね。で、そこでもう少し興味持たれる方は、使ってない、これから使わないフロンを回収してどうするんですかというところに質問がいきますし、そのフロンの代わりに今何を使うんですかというところまではなかなか一般の方は聞く人はほとんどないですね。ユーザーからすると結局求めてるのは別にフロンが欲しいわけではなくて冷えるという性能が欲しいわけですよね。だからそういう意味ではそんな回収しなきゃならないというか、その後々リサイクルもね使い道のないような物質を、回収してまで使うっていうのはどうも納得がいかないというそんなイメージでしょうかね。私が思っていることと一般のほとんど理解のないユーザーさんも同じレベルだと思います。それを再利用してまだまだ使えるんだということになればまだ納得はいただけますけれども、そこまでの意識っていうんですかね、それが非常に少ないですから、お客様にとってはなんて無駄なことしてるのかなというふうには捉えられがちですね。すごくやっぱりいわゆる配線処理的なイメージが強いということですね。面倒くさいものを、背負い込んでしまったみたいなイメージでしょうかね。八木さんいろいろとねフロンのことをずっとこう見てこられて、やっぱりそういう本来もう地球上に存在してなかったものを使ってわざわざそれをもう一回無駄な回収をやるということと、それからやっぱり我々がもともとね自然界の中で存在してた物質をうまく使いこなして自然冷媒として使うというあたりはやっぱり哲学的に見てもすごく大きなギャップがあるように感じるんですけど、どうですか、そのそうですよね。我々はこう将来生きていく環境というものを壊してその便利さを求めるのか、そこのところはおかしいことであって、やっぱり本当に、環境を破壊しないものを工夫して、作っていくと、そこに本当に我々のこう能力というか技術というものを向けていかないと、どう見てもどう考えてもいいことはないだろうというふうに思いますね。現状だと先ほどの野口さんの話でね出てきましたけど、ユーザーさんからするとそんな面倒くさいものをなんでわざわざ使ってるんだみたいなね、そういう感覚がやっぱりだんだん出てきてるのかなという、そのフロン回収ということを通してですね、そのお金もかかるし、手間もかかるし、その上リサイクルもできないなんていう話ですからね。で、エネルギーの方の話だと、すでにそういう化石燃料が言ってみれば、そのフロンと同じように、将来2050年に向けてなくしていかなきゃいけないものになってると思うんですけれども、一方で化石燃料を使わない方の柱を作ろうということでだいぶそういう議論が進んでるみたいですけれども、桃井さんそのあたり業界の方の動きってどんな感じですか？原発事故があって日本の中でも電力システム改革を進めようと。で電力自由化っていうことで、私たちも今までは、東京電力管内であれば東京電力からしか電気を買えなかったのが、
今自由化されて、いろいろと小売事業者、電力の小売事業者を自分たちで選べるように変わってきていますよね。そういう中でやっぱり小売事業者で今まで全然やっていなかったようなところが電気の小売りを始めて、でしかも、その中でも再生可能エネルギーを中心とした、小売りを展開していこうっていうような事業者の方たちが集まって、業界団体を作って、そして、政府に対しての政策提言なども進めていくっていうような、いわゆる二極化のようなことが生まれていると思います。ですから、フロンも同じように今まで、フロン一辺倒になっていた日本の業界団体っていうのをもう少し違った形で自然冷媒に展開できるようなところにもっともっと振り向けていくというか、そういう動きが今後できてくるといいなというふうには思います。そこすごく重要なところだと思うんですけれども、結局エネルギーの方は、結局その原発事故日本ではありましたし、それから国際的にはパリ協定があって、あれも今世紀後半ということですけど、今回の菅首相の所信表明にも表れているように、日本はちょっと遅ればせながらですけれども、もう2050年には実質ゼロにしようという動きが世界的に強まってきてますよね。で、これエネルギーのことにすごくダイレクトにつながっているというふうにみんなが感じてるから、その電力を作る方も、再生可能エネルギーを育てていこうという、そういう二元化しつつあると。で、そのユーザーである例えば代表的な自動車業界ももう内燃機関からその EV の方にシフトするんだということをもう2030年とか40年とかね、そういう具体的な数字を出して、動き始めてますから、いろいろなところでそういうその二極化、今までの、既存の化石燃料で動く部分と、それから、再生可能エネルギーを育てていこうという方向と、だんだん拮抗してきていずれ逆転するだろうというね、なんか姿が見えてきているような気がするんですけども、どうもフロンに関して言うと全くその、自然冷媒の方が、目はあるんだけれども、それが業界の中でも細々とは動いてるし、その先ほど、桃井さんが紹介してくれたいわゆるナチュラルファイブと言っている5つの冷媒にしても、それぞれ部分的には使われてはいるわけですよね。だけれどもなかなかそれが、業界の一つの、大きな柱として育ってないというところが、問題なのかなと思うんですけれども、そのあたり藤田さんが復帰してきましたのでちょっと聞いてみましょう。藤田さん、業界的には今のところどうもあれですよね、フロンの方がどうも、やりやすいというとそれはそうなのかもしれないけども、そちらで今のところ仕事をする方が、楽だとも言えるのかもしれませんし、確実だと言えるのかもしれませんが、どうもそちらに偏ってしまってる感じですよね。そうですね。やはり、許容される範囲で、一番メーカーとして安全なところっていうのが、合法的にフロンは、選ばざるを得ない。で、わざわざリスクを取りに行く必要性っていうのは何の規制もないし、そんな、それが法的に規制をされない限り、一番、安全な道を選んでしまうというのは、これは、誰がその立場になっても同じになっちゃうかなという気がしますね。やっぱりそれに比べるとやっぱりまだまだその自然冷媒というのは、チャレンジしなければいけないところが多いんでしょうけれども、でもやっぱりこれからのその日本のね成長戦略を考えてもやっぱりそこのチャレンジができるかどうかっていうところがすごく大きいように思うんですけどもね、その辺どうですか？その通りですね。それで例えばフロンの時には、誰もが知っていて誰もが問題にしなかった使用中漏洩、その辺は、今後自然冷媒を、使う上では解決しなきゃいけない問題だし、その辺の、一つ一つ積み重ねなきゃいけないことっていうのは本当にたくさんあると思うんですね。そのたくさんある中で、2030年なり2050年っていう、目標を定めて、その自然冷媒のプロセスをどうやって作るのかっていうのは
非常に大きな課題かと思います。うん、最初に藤田さんの方からその国際的な規制のお話も、ね、していただきましたけどもちろんそういう規制が全く不必要ということはもちろんありませんのでただ本当に使うためにはどういう規制をしていかなければいけないのかという方向性にやっぱり議論がこれから進む必要はありますよね。そうですね。技術的な課題も相当あると思います。だからその課題があるからこそ、日本が一歩先に抜きんでるチャンスでもあるわけですよね。はい、やっぱり我々はまあどちらかというとそのメーカーよりは、ね、ユーザーの立場の方がよく理解できるんですけどもやっぱりユーザーからすればやっぱりそうやって新しい技術がきちんと育ってフロンでないもので安心して仕事が、ね、冷える機会が選べるよっていうふうになればそれはやっぱりそちらの方に、ね、選ぶ選択肢が出てくればそれはもう誰にとっても嬉しいことだなというふうにやっぱり考えたいと思いますね。実はフロンに関しては、パリ協定とは別にもともとはオゾン層に関する規制だったモントリオール議定書というのがあるんですけれども、それが2018年の改正の時にその、ね、HFC の、GWP 換算ですけれども生産量、消費量ですね正確に言うとつまり日本は生産がほとんどですけれども輸入している国もありますから、消費量という考え方ですけれどももう2024年にはね、40%の削減、それから、2029年には70%、そして2036年には85%削減というスケジュールがあるんだけども、実際にはその桃井さんからも紹介があったように、その後に100%削減、つまり0%にするっていう目標までは全然いってないんだよね。つまり15%の枠は残すという話のまんま、中途半端な合意で終わってるんで、やっぱりこれなかなかパリ協定とかに比べれば有名じゃない規制なんですけれども、やっぱりそれは日本の国でもちゃんとオゾン層保護法という中にね、実際に温暖化の問題なんだけれども、気候変動の問題なんだけども、法律の形式上は、そのオゾン層の方の法律に組み込んで、ちゃんと法律にも定めてますので、やっぱりそのあたりのところをね、ユーザーの方もきちんと理解していれば、ぱり選択肢として自然冷媒がね、非常に重要性を増してくるということがやっぱり今後ね、共有できるんじゃないかと思いますね。どうでしょうか皆さんの中でこのことについて何かコメントあればぜひしていただきたいと思います。はい、桃井さんどうぞ。今、西野先生おっしゃったように、モントリオール議定書で段階的に削減していくっていう方向性は取られているんですけれども、基本的に GWP 換算で、削減をしていくっていうことなので、フロンの量自体は実量としてはむしろ増えていて、GWP の低い方に物質が転換していっているっていうだけの対応で終わらせちゃっているんですよね。で、自然冷媒への選択肢っていうのがなかなか日本の中では現実化していないっていうのはやっぱりもっと厳しい規制というか物質ごとにやめていくっていうような規制とか、全廃するっていう道筋とかをきちんと取らない限りは、その GWP が低ければいいんだっていうことで、あの大きな大転換の方にはなかなか振り向かない今の現状っていうのになってしまってるなと思います。はい、そこのところちょっとあまりねマニアックになっちゃうからどこまで取り上げようかなと思ってたんですが、おそらくここまで聞いてくださった方はね少し調べればわかるのでぜひHFO という物質がありますのでこれねフロンの仲間なんですけれども実は HFC なのに、ちょっと別の名前をつけてるハイドロフルオロオレフィンというのの略で HFO と言ってるんですがこれGWP が1桁というね、物質があったりするんですが、こちらに逃げるのはあまり得策じゃないだろうというのがね、やっぱりそれよりは、さっき八木さんの方からお話がありましたけれどもやっぱり我々が長く付き合っていける自然冷媒というものをもっと大事にしていこうよというやっぱりそういう機運を盛り上げたいですよね。そうですね。あと、いきなり HFO っていうことではなくても、例えば、さっき言ったように、ローソンさんが採用しているような CO2 の冷媒があるような、あの、
ショーケースの分野ですよね。そういうところでも、今まで使っていたのが404っていう非常に温室効果ガスの大きい4000倍ぐらい、二酸化炭素の4000倍ぐらいあったものを、一気にその CO2 の1にまで下げられるにもかかわらず、1500ぐらいの GWP の新しい HFC を開発して、それを使おうとしているっていうのが今の現実だと思うんです。だかしらかもそのあたりは前回の回収の話出ましたけれども、1500っていうのは単一の物質ではなくて、混合してね。もう5種ぐらい混ざってるんですよね。そうするともう回収はもう全くお話にならないというね。これはもう藤田さんが前回詳しくね、技術的にも取り上げてくれましたけれども、回収してもそれをリサイクルできるような物質ではないということになっちゃいますよね。はい。そんなこともいろいろありますので、やっぱり、途中に出てきましたように、やっぱり国としてはぜひHFC が今まで主体だったかもしれないけれども、もう一本の柱、自然冷媒の柱を業界の中にやっぱり育てていくような方向性をぜひ示していただきたい。特に菅首相が所信表明したというのは、それは全体像首相ですから言ったに過ぎないので、やっぱりそれを受けてね、エネルギーの部門でも動きがあるわけですから、やっぱりフロンの方の部門でもね、HFC を排してフロンを排して、もう一方の、芽を育てていくというような、自然冷媒を育てていくというようなぜひ、姿勢を日本の中に、作ってほしいなというふうに思います。どうでしょうか皆さん、最後にねぜひ一言ずつコメントを、入れていただきたいと思いますが、どなたからいきましょうか。どなたでも。じゃあ野口さんどうぞ。菅さんの口癖じゃないけども、今日のセミナーで総合的俯瞰的にね、消費者の方が分かりやすい方法で訴えるなら、そのフロンを使ってる限りは、フロンだけじゃなくフロン冷媒を使ってる限りは完全リサイクルできるのか、それともリサイクルしない方がエネルギー消費は少ないのかという観点からも少し説明をしていただけたらありがたいなと思います。そのあたりはあれでしょうね。やっぱりこれからその本当に自然冷媒に切り替えていく中で、その回収のあり方とかリサイクルのあり方っていうのをやっぱり一緒に議論していくことになるんだろうというふうに思いますね。やっぱりそこはとても重要なところだというふうに思います。はい、ありがとうございます。僕の方はちょっと話あれですけど、お相撲の世界でもね、横綱がこう出られなくなっちゃってて、でその後引き継ぐ人が今一生懸命やって、いるわけですけど、やっぱり大関でそういうのこう技術を練って初めて横綱になれると、そこの間にこうあまり期間というか時間がこうギャップがあると、やっぱこう相撲の世界もおかしくなるみたいに、他のね、この、冷媒のことに関しても、自然冷媒の技術がやっぱり育たなければ、前のこう FC を使ったそのフ素を使った冷媒技術だけでずっと持たせてしまうと、もう次がないっていうことになってしまうと。それは本当に怖いことなんだっていうことを分かってほしいなというふうに思いますよね。はい、やっぱりだから二極化して次を育てていく必要があるということですよね。そうですね。はい、藤田さんどうですか。そうですね。一つは今までのフロンの行政見てると本当に科学的ではないんですね。もう呆れるぐらいこう、慣習的、あるいは、無前提的に業界の話を聞くだけで、独創性とか科学性っていうのが本当に、少ない。日本全体にそれ言えると思うんですけれども、本当に自分の頭で科学的に考えていけば、フロンを使うっていうことがいかに非合理なことなのかよくわかるかと思います。で、新しい自然冷媒をするためには、より広く、より多くのこと、課題がたくさんまだまだ残っているので、一日も早く、
そちらにそちらの方の道を作っていかないと、日本はますます遅れているなという気がします。はい、ありがとうございます。今までのその規制を使わない言い訳にするのではなくて、やっぱりそれをいかに使えるように、ね、チャレンジしていくか、もうそれは自然冷媒という形で具体的な物質が、ねあるわけですから、やっぱりそれをきちんと使えるような方向性を、ぜひ我々も応援しつつ、国に育てていただきたいというふうに思います。じゃあ、今日の、セミナーは、これをもって終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございましたありがとう。ございました。